狭いんで中入っても構わないです。はい。外でお願いします。はい、皆さんこんにちは。サムライアルファです。今回は最新型からクラシックカーまで勢ぞろいするアルファロメオの祭典アルファロメオデーに参加してきました。そして今回はいつもの1円スマホではなく友人からお譲りいただいたアクションカメラを使用してみました。なんですが使い方がよく分かっておらず、まさかの音声が取れてないという大失態を犯してしまいました。なので今回は後付けナレーションのみで会場の空気感をなんとかお届けしていきたいと思います。それでは本編どうぞ。当日の天候は快晴、空の青さも相まって会場にはイタリア車イベント独特の華やかな空気が流れていました。まずはクラシックロメオのオープンカーから見ていきましょう。最初に登場するのはアルファロメオジュリエッタ・スパイダー。1955年から62年にかけて販売されたモデルで、戦後アルファロメオを代表する名車の一つです。当時のアルファロメオはレースの世界ではすでに有名でしたが、このジュリエッタによってスポーティーで美しいイタリア車というイメージを世界中へ広めました。コンパクトで軽快、それでいてどこから見てもエレガント。当時のアルファロメオらしいツインカムエンジンによる高回転フィルも魅力でした。続いてはアルファロメオスパイダーシリーズ2。以前訪れたカフェドジュリアでは見かけなかったシリーズ2です。シリーズ1のいわゆるデュエットから進化したモデルで、より洗練されたデザインへ変化。リアデザインもシリーズ1のボートテールから現代的になり、よりスポーティーな印象があります。そしてシリーズ3が一瞬だけ映ります。大型樹脂バンパーが時代を感じさせますね。改めて先ほどの初代ジュリエッタ・スパイダーの内装です。シンプルなのですが、このメーターやステアリングの雰囲気がたまりません。今の車にはない機械を操っている感覚、そして色気があります。そして115スパイダー最終型アルファロメオスパイダーシリーズ4。ここまで来るとかなり現代的です。ヘッドライト周りやリアデザインも洗練されており、90年代の車と言われても違和感がありません。それではここから端から順番に見ていこうと思います。まずは2代目アルファロメオジュリエッタ。2010年に登場したこのジュリエッタは、先ほどご紹介した往年の名車ジュリエッタの名前を復活させたモデルです。ですが単なる復刻ネームではありません。当時のアルファロメオは159やブレラなど重厚感のあるアルファが中心でした。そんな中、このジュリエッタは久しぶりに軽快なアルファロメオを感じさせてくれた存在でした。デザインはコンパクトハッチバックなのにとにかく艶っぽい。丸みを帯びたフェンダーライン、縦型グリル、隠されたリアドアハンドル。特に斜め後ろから見た時のシルエットは本当に美しいです。しかもインテリアも独特。メーター周りやセンターコンソールにはちゃんとイタリア車感があります。ドイツ車みたいな無機質さではなく、乗る前から気分を上げてくれる空間、ここがアルファロメオなんですよね。そして走り、 DNA システムをダイナミックへ入れた瞬間、アクセルレスポンスが変わり、ステアリングも一気にスポーティーになります。街乗りでは扱いやすいのに、ワインディングへ持っていくと急に生き生きする。しかも足回りもしなやか。今時のドイツ車や国産車みたいにあまり引き締まってはいませんが、しなやかに気持ちよく曲がる。この感覚が実にアルファロメオらしいです。
さらにクアドリフォルベルデやベローチェになると4シート基本設計は同じ 1750TBI エンジンを搭載。小柄なボディに高出力ターボ、かなり本気で速いです。ですがただ速いだけじゃない、走って楽しいがちゃんと残っています。そこがジュリエッタの良さです。続いてはアルファロメオミト。2008年に登場したコンパクトモデルです。名前の由来はミラノとトリノ。ネーミングもアルファロメオらしい遊び心があります。ですがこの車の本当の魅力はサイズ感だと思います。最近の車ってどんどん大きくなってますが、ミトは非常にコンパクト。日本の細い道や峠道でも扱いやすいです。しかもただ小さいだけじゃありません。フロントデザインには 8C コンペティツィオーネのエッセンスが入っていて、丸型ヘッドライトや縦型グリルにはちゃんとアルファの DNA があります。小さいのにちゃんと花がある。これがすごい。そして走らせると予想以上にスポーティー。ボディが軽いのでノーズの入り方が軽快なんです。FF を感じさせないひらひら曲がる感じがとても気持ちよいです。特にマルチエアエンジン搭載モデルは低回転からのトルク感もあり、街中でもかなり楽しいです。しかもミトって頑張って速く走るというより普通に走っていて楽しいんですよね。だからアルファ初心者にも人気がありました。ですが中身はちゃんとアルファロメオ。癖もあるし気まぐれな部分もあります。そこも含めて愛されている車です。はい、そしてここで一瞬だけ映る145と146。今となってはかなり希少な存在ですね。145はショートテールの独特なデザインと軽快な走りが魅力のハッチバック。特に後期型のツインスパークは軽いノーズと高回転フィールが気持ちのいいアルファでした。そして146は145をベースにしながらもより落ち着いたセダン寄りのデザインですが、中身はしっかりアルファロメオ。どちらも90年代アルファらしい軽さと楽しさが詰まったモデルです。はい、続いては今回のイベントで大量集結していた147。やはり今回の主役と言っても良い存在ですね。2000年に登場した147は当時のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞したモデルですが、この車の魅力は賞の数ではありません。一番の魅力は乗った瞬間にアルファロメオだと分かること。まずステアリング、小径でクイック、切り始めた瞬間にノーズがスッと入る感覚は本当に独特です。しかもボディサイズが絶妙。大きすぎず小さすぎず、日本のワインディングにもぴったり。だから147って峠を流しているだけでも本当に楽しいんですよね。そしてデザイン、156譲りの流れるようなラインに隠しリアドアハンドル、5ドアハッチバックなのにクーペみたいに見える。今見ても本当に色あせません。さらに内装、ドライバーへ向けて傾いたコンソールや深く埋め込まれたメーター、合理性だけでなく気分を盛り上げるために作られている感じがあります。そして147といえばやはり GTA。 コンパクトハッチバックに 3.2 リッターブッソ V6 エンジンを搭載。完全に頭のおかしい車です。フロントヘビーでジャジャ馬。でもだからこそ面白い。綺麗にまとまりすぎていない。機械を操っている感覚が非常に濃いです。今の車みたいに全部が電子制御で整えられていない。だからドライバーの感情に刺さる。147が今でも熱狂的に愛されている理由、なんとなくわかる気がします。続いてアルファロメオ156。先ほどの147に先駆け1997年登場。この車が登場した瞬間、アルファロメオの流れが変わりました。当時のセダンってまだ四角いセダンが多かった時代です。そんな中156は完全に異質でした。低いノーズ、流れるようなボディライン、そしてリアドアハンドルを隠したデザイン。これは後のジュリエッタにも引き継がれます。4ドアセダンなのにクーペみたい。
このデザインは本当に衝撃でした。しかもインテリアもすごい。センターへ向けて傾いたコンソールや奥まったメーター、完全にドライバー中心です。今見ても色気があります。そして156最大の魅力はやはり走り。特に私が好きなのはツインスパークモデル。高回転までスムーズに回るあの感覚は本当に気持ちが良いです。さらにステアリングフィール。147とはまた少し違う感覚で、切り始めた瞬間からノーズがスッと入る。こちらも FF なのにまるで軽い FR みたいな感覚がありました。そしてやはり156といえば GTA。 基本的には147の GTA と同じエンジン、 3.2 リッター V6 ブッソエンジンを搭載した156シリーズの頂点です。このエンジン本当に特別です。サウンドがまずすごい。アイドリングから特別な鼓動感があり、回転を上げると金属的な高音へ変わっていく。しかも吸気音まで気持ちが良い。今のターボ車では絶対に出せないフィーリングがあります。ただしかなりじゃじゃ馬です。重い V6 をフロントへ積んでさらに FF ということで全開で踏めば暴力的です。ですがその荒々しさ込みで愛されている。完璧じゃないからこそ魅力的。まさにアルファロメオを代表する車です。続いてアルファロメオ159。この159は先ほどの156の後継として2005年に登場。特徴はやはりこの3連ヘッドライトです。156よりもかなり大柄になり、軽快感よりも重厚感を感じるモデルです。高速道路を長距離走らせたくなるような安定感のあるアルファですね。ここで一瞬だけ映るアルファロメオ166。当時のアルファロメオのフラッグシップサルーンです。非常に大柄で高級感のあるモデルですが、ただのラグジュアリーカーではありません。しっかりアルファらしい走りも持っていて、特に V6 モデルは高速巡航が最高に気持ちが良いアルファという印象があります。今見るとこの独特なフロントフェイスもかなり個性的ですね。そしてこちらも一瞬だけ映りますが、アルファロメオ GT。 私の元愛車でもありますが、147系をベースにしたクーペですが、やはりこのデザインが本当に美しいです。GR デザインによる流れるようなルーフライン。クーペらしい色気がありながら実用性もしっかり確保されています。はい、そして再び登場する156。この車やはり走りへのこだわりがすごいんです。まずフロントサスペンション。当時の FF セダンとしてはかなり贅沢なフロントダブルウィッシュボーンを採用しています。だからステアリングを切った瞬間の反応が本当に自然です。 FF 特有の重さや鈍さが少なく、ノーズがスッと入っていく。そしてリアはマクファーソンストラットと156の話の途中ですが、先ほど会場でお声掛けいただいた156オーナーさんの車両をご紹介してみたいと思います。なんとこの156、新車から乗り続けられているとのことです。これ本当にすごいことですね。しかもただ維持しているだけではありません。外装のツヤ、ヘッドライトの透明感、モールやメッキ類の状態、どこを見ても丁寧に手をかけられているのがよくわかります。さらに驚いたのがインテリア。シートの状態やステアリングの質感まで本当に綺麗です。20年以上経過している車とは思えないコンディションでした。やはりアルファロメオってオーナーさんが変態なので愛情が車へ出やすいですね。特に156はそれが顕著に現れる気がします。それではまた再び156の足回りの話へ戻ります。フロントの話は先ほど終わりました。先ほどしましたので、リアの話をしてみようと思います。156はリアのアライメント設定がかなり独特で、コーナー進入時にしっかりフロントへ荷重を乗せながらターンインし、さらにロールさせていくとリアタイヤがわずかに外側へ逃げるような動きを見せます。そのような動きのおかげで
まるで 4WS のように車体後方が自然に向きを変え、ノーズをイン側へねじ込むように曲がっていくんです。この旋回フィールが本当に独特です。普通の FF みたいにフロントだけで曲がる感じではなく、車体全体4輪全部で向きを変えていく感覚があります。だからワインディングで走ると本当に気持ちが良いです。 FF なのにまるで FR のような不思議な感覚すらあります。そしてエンジン、やはり代表的なのはツインスパーク。アルファ伝統の DOHC に1気筒あたり2本のスパークプラグを採用したエンジンです。低回転では少し荒々しいのですが、回転を上げていくと一気に滑らかになります。金属的なサウンドと高回転まで回りきるフィーリングは本当に気持ちいいです。さらに途中からは JTS エンジンも登場します。直噴火によってトルク感を増し、より強力で力強いフィーリングへ進化しました。そして再び147。147は本当にオーナーごとの個性が出る車です。ホイールや車高、マフラーなど仕様を見ているだけでも面白いですね。続いて現行のアルファに行きます。まずアルファロメオジュリア。このジュリア本当にすごいです。アルファロメオが本気でスポーツセダン世界一を狙って作った車です。まずプラットフォームから専用開発となっており、 FR レイアウトへ回帰し、重量配分もかなり意識されています。だから走り出した瞬間から普通のセダンとは全然違います。このボディサイズ、重量に対してとにかくノーズが軽く感じます。ステアリングも異常なほどクイック。少し切っただけでスポーツカーのように車がスッと向きを変えます。しかもボディ剛性も異常なほど高いです。高速域の安定感はかなりレベルが高いです。ですがそれだけじゃありません。ちゃんとアルファらしい感情的な部分も残っています。そこがこの車のすごいところです。そしてやはりクアドリフォリオ。 2.9 リッター V6 ツインターボを搭載し、500馬力オーバー。フェラーリ由来とも言われるエンジン。音も加速も 4C も真っ青な完全にスーパーカー級です。しかもセダンなのにニュルブルクリンク最速クラス。 4C より速いタイムです。ですがこの車の本当の凄さは速さだけではありません。速いのにちゃんとドライバーへ感覚を伝えてくる。最近のハイパフォーマンスカーって電子制御によって安全に速く走らせる車が多いですが、ジュリアはちゃんと人間が操っている感覚があります。だから運転していて熱くなる。
引き続きジュリアを見ながら進んでいきます。続いては SUV モデルアルファロメオステルビオ。 SUV なのにスポーツカーのように鼻先が軽い。普通 SUV ってどうしても重さを感じてしまうのですが、ステルビオはちゃんと走れるアルファ。ワインディングでも気持ちの良い SUV です。ちなみにこのステルビオという名前、ご存知の方も多いと思いますが、イタリア北部に存在する山岳峠ステルビオ峠が由来になっています。そしてこの後登場するトナーレもイタリアに実在する峠の名前。アルファロメオは昔からこういう走りを感じさせる名前の付け方が本当にうまいんですよね。そしてその会場に1台だけいたアルファロメオトナーレ。アルファロメオも電動化時代へ向かう中でもしっかりアルファらしいデザインと走り楽しさを残しています。さらに2台だけいた最新型アルファロメオ、アルファロメオジュニア。かつての GT1300 ジュニアの名を受け継ぐ新世代コンパクトモデルです。かなり現代的なデザインですが、細かく見ると伝統的なモチーフもしっかり入っています。続いてアルファロメオジュリアスプリント GT。 1970年代アルファロメオ黄金期を代表する名車です。軽量ボディに高回転型ツインカムエンジン、まさに走るためのクーペ。今見てもボディラインが本当に美しいです。続いてこちらも1台だけいたアルファロメオジュリアスーパー。セダンでありながらしっかりスポーティー、箱型デザインなのですが不思議と色気もあります。この辺りがイタリア車ですね。さらにこちらは初めて見るクラシックロメオアルファロメオアルフェッタ。トランスアクスルレイアウトを採用した本気のスポーツセダン。実車は独特な存在感がありました。続いてアルファロメオ75。先ほどご紹介したジュリアが登場するまで最後の FR アルファとも言われたモデル。かなり癖は強いです。ですがその癖がたまりません。機械を操る楽しさが詰まったアルファです。そしてこちらは前回ご紹介した怪物アルファロメオ SZ。 ザガートデザインによる異端児。何度見ても未来的で何度見ても変態です。ですが中身は超本気。7号ベースのシャシーにブッソ V6 の SOHC エンジンを搭載。アルファロメオが一番尖っていた時代の象徴かもしれません。続いてアルファロメオ RZ。 先ほどの SZ のオープンモデル。ただでさえ異様な SZ をオープン化するあたり、イタリア人の感性は最高ですね。続いてアルファロメオブレラ。ブレラはデザインで惚れさせる車。多分実車を初めて見た時多くの人がかっこいいってなると思います。それぐらい存在感があります。特にフロントフェイス。低くワイドで3レーンヘッドライトが本当に印象的。しかもリアも美しい。
どこから見ても絵になります。そして内装、159と共通するアルミパネルやメーター周りなどイタリア車らしい色気が非常に濃いです。ドイツ車みたいな合理性ではなく感性で作ってる感じがあります。走りは軽快系ではなく重厚なグランツーリスモ。長距離を景色を見ながら気持ちよく流したくなる、そんなタイプです。そしてブレラ V6、 見た目だけじゃなく音も最高。美しさと官能性をそのまま形にしたような車です。はい、続いては155。今では少し地味な存在に見られることもありますが、実はアルファロメオの歴史を語る上で欠かせない一台です。1992年に登場した155はアルファロメオが FF レイアウトへ完全移行した時代を代表するモデルですが、この車の本質は単なるファミリーセダンにはありません。155が世界中のアルファファンに強烈な印象を残した理由はやはりモータースポーツ、特に DTM ドイツツーリングカー選手権での活躍は伝説的です。巨大なリアウィングとワイドフェンダーを装着した 155V6Ti はライバルである BMW やメルセデス・ベンツを相手に大暴れ。1993年にはチャンピオンを獲得し、アルファロメオの名を再びヨーロッパ中へ響かせました。そして市販車の155も魅力的です。ツインスパークエンジンは高回転まで気持ちよく吹き上がり、当時としてはかなりスポーティーな走りを見せてくれました。さらに上級グレードには V6 モデルも設定。ブスト V6 サウンドをフォードアセダンで味わえるというなんとも贅沢な車でした。また155は後の145、146、147、156へつながる重要な存在でもあります。アルファロメオが90年代以降再び輝きを取り戻す、その礎を築いた一台と言っても過言ではありません。そして今改めて見ると、この直線基調のウェッジシェイプデザインも実に時代を感じます。先ほどご紹介した華やかな156の影に隠れがちですが、アルファロメオの歴史を知れば知るほどその価値がわかる。155はそんな玄人好みのアルファロメオなんですよね。続いてアルファロメオ 916GTV。 916系は本当にデザインが美しいです。今見ても全く古く見えません。特にこの低いフロントノーズ、まるで地面を舐めるような低さです。とても FF とは思えません。そしてピニンファリーナによるデザイン、この時代のイタリア車らしい色気があります。しかも内装も独特、ドライバーを包み込むようなコックピット感があります。ですがこの車は見た目だけじゃありません。ブッソ V6 エンジン搭載モデルになると一気に本性を表します。エンジン始動した瞬間の鼓動感、回した時の官能的なサウンド、そしてフロントヘビー気味な独特の挙動。正直現代のスポーツカーみたいに洗練はされていません。ですがその不完全さがアルファロメオらしく最高に楽しいです。人間臭いスポーツカーなんですよね。こちらはアルファロメオ916のスパイダー。先ほどの GTV のオープンモデルとなります。オープンになることでより華やかな雰囲気になります。そしてアルファロメオ939スパイダー。先ほどのブレラのオープンモデルとなります。916系よりもモダンになりましたが、しっかりアルファらしさは残っています。このオープン機構がまた凝っています。そしてアルファロメオ 4C スパイダー。ただのオープンカーではないカーボンモノコック採用の超軽量スポーツ。今の時代にここまで尖った車を作ったアルファロメオは本当にすごいです。
そして我らがアルファロメオ 4C。 この車は現代では本当に異端です。カーボンモノコック採用、パワーステアリングはなし、遮音材もなし。今の時代普通こんな車は作りません。ですがアルファロメオは本気で感覚を優先して作ってしまいました。まず乗り込む時点で大変です。カーボンサイドシルがぶっといので乗り降りは完全に儀式です。ですがエンジンをかけた瞬間、全部どうでもよくなります。車体全体がブルブル震えて生き物みたいに鼓動します。そして走り出すと情報量が凄まじいです。タイヤの接地感、路面のざらつき、ステアリングへ伝わる細かな反応、全部がダイレクトです。しかもパワーステがないので速度域によってステアリングの重さが劇的に変化します。だから車と対話している感覚が本当に強いです。さらにアクセルを踏み込むと軽量ボディが一気に前へ飛び出します。かなりローに設定されたギア比が相まって数字以上に速く感じます。しかも独特の荒々しさ、きれいに整えられたポルシェやロータスなど優等生スポーツカーとは真逆の設計です。だから疲れます。ですがそれ以上に感情が動きます。運転していると、ああ自分は今アルファロメオを操ってるんだなって実感できます。だから 4C はただのスポーツカーじゃありません。感情を刺激するための車なんですよね。そして最後は再びアルファロメオジュリアスプリント GT。 というわけで最新型からクラシックカーまで見てきましたが、どの時代のアルファロメオにも共通しているのは数字では測れない気持ちの良さ、格好良さ、そして色気。やっぱりアルファロメオはただの移動手段ではありません。情熱で走る車ですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サムライアルファでした。